はいどうも、キスケです。今回はゾアンと相性がいい星5オペレーター IB エナ解説をやっていきます。ゾアンが電磁属性の突撃オペレーターで実装されると判明してから IB エナはお役御免なのかと思ってたんですけど、なんととんでもなく相性がいいという IB エナ好きにとって安心設計になっていました。むしろゾアンにとっては下手にサポーターを採用するよりダメージ出てるんじゃないかと思えるほどです。今回の動画ではどんなところがゾアンと相性がいいのか、どんな装備が最適かなど分かりやすく解説していきますんでね。ゾアンを引いて誰と組ませるか悩んでる人とか IB エナをずっと使ってましたみたいな人は最後まで見ていってください。それでは行きましょう。まず IB エナの簡単な性能のおさらいから。IB エナは連携技で雷装を地面に溜めてそれを戦技で回収してダメージを出す突撃オペレーターです。連携技は操作中のオペレーターが電磁付着または感電状態の敵に重攻撃を当てると発動可能。敵に雷装を3本投げ電磁ダメージを与えます。この雷装が IB エナの核となる能力です。連携技を何回も発動して地面に雷装を貯める、それを戦技で回収する、この流れを覚えておけば火力が出せるわけですね。そしてゾアンやペリカの連携技とも発動条件がかぶってますよね。これが相性のいい理由の一つ。ゾアンのローテーションを回してれば勝手に槍が溜まってるみたいな場面を作り出すことができます。これだけで相性がいいのがわかりますよね。で、この連携技なんですけど、クールタイムが13秒、雷装の持続時間が30秒なので、2回連携技を発動して戦技で雷装を6本回収するという動きになります。2突すれば雷装の持続時間が20秒も伸びて連携技3回分までの猶予が与えられるんで、できれば2突はしたいところです。次に戦技。戦技を発動すると連携技で設置した雷装、必殺技で設置した強雷装を全て回収し、回収するときに敵を巻き込むとその敵に電磁ダメージを与えます。強雷装はより高い電磁ダメージを与え、同時に電磁付着を付与します。これが IB エナのダメージソースです。回収する雷装が多いほどダメージが伸びるということですよね。気をつけてほしいのが、雷装を回収する際に敵を巻き込まなくてはいけないということ。敵を IB エナと雷装で挟んであげる感じですよね。これを意識しないとせっかく雷装を貯めても無駄になってしまうんで気をつけましょう。続いて必殺技。必殺技を発動すると目標エリアに強雷装を投げ周囲の敵に電磁ダメージを与えます。この必殺技もゾアンと相性がいい理由の一つ。この必殺技を敵に当てると IB エナの素質効果で10秒間持続する電磁脆弱を付与できます。ゾアンは電磁ダメージアップや電磁増幅などの自己バフを大量に持ってるんですけど、敵に脆弱を付与することはできません。なので必殺技を当てることができればしっかりとゾアンの火力も上げることができるということで、めちゃくちゃ相性がいいと思います。凸は2凸と間凸がおすすめ。2凸は雷装と強雷装の持続時間が20秒もプラスされるんで、回収できる槍の数が増えて火力アップにつながりますし、立ち回りに余裕が生まれます。間凸も分かりやすく火力アップ系です。回収した雷装と強雷装が電磁脆弱の敵に命中するとき、ダメージ倍率が 1.15 倍までアップするというもの。IB エナは必殺技を当てると敵に電磁脆弱を付与できますから、簡単にダメージ増加を狙えます。星5オペレーターなんで狙って凸を増やすというのは難しいと思いますが、可能なら目指していきましょう。育成周りも見ていきます。スキル育成優先度は戦技と必殺技を優先、時点で連携技、時点で通常攻撃です。戦技はメインのダメージソースで育成するだけ火力が上がります。
必殺技も火力が上がるのはそうなんですが、特化を1回でもするとブレイク値が15から20に上昇します。最低特化1までは育成しましょう。連携技は特化3まで育成するとクールタイムが13秒から12秒になるんで、余裕があるなら育成推奨。ゾアンと一緒に使う場合はゾアンを操作することになるでしょうから、通常攻撃の育成優先度は低めです。武器はジェットもしくは球身の槍、装備は骨砕3セットプラス胴体に MI 警備マント2がおすすめ。3セット効果で連携技からの戦技ダメージアップ、さらに各装備についている戦技ダメージアップ効果で絶大なダメージを叩き出せます。気をつけてほしいのが、腕につけてるのは最新装備です。非動装備部品で作れるやつですよね。これで全ての部位を能力値と噛み合わせることができて、戦技ダメージも上げれるんで、このセットの育成を頑張っていきましょう。ゾアンと組み合わせる場合のパーティー編成はこんな感じ。ゾアン、ペリカ、アークライト、アイビーエナです。この編成は電磁付着の敵に重攻撃を与えると全ての連携技が起動します。ゾアンで感電、ペリカでも感電、アークライトで SP 回復、アイビーエナで雷装設置と無駄がありませんし、アタッカー同士で喧嘩することなく綺麗に回ります。耐久枠が採用されていないんで、被弾にだけは気をつけましょう。それではローテーションを解説していきます。開幕ペリカの戦技で電磁付着、重攻撃を当てて連携技で感電状態、ゾアンの戦技で感電を消費しながら総来剣を生成、その後ペリカ、アークライト、アイビーエナの連携技を発動していきましょう。ここまでが1サイクル。この1サイクルの動きを見るだけでわかるんですが、ゾアンの邪魔をすることなくアイビーエナの槍を生成できましたよね。これがゾアンとアイビーエナを組み合わせた時の強さなんですよね。お互いがお互いを邪魔せず、自分が火力を出せるように準備できるというのが優秀。ゾアンの連携技クールタイムは18秒、アイビーエナは13秒で5秒のズレがあるんですけど、ペリカの戦技で電磁付着をつけて重攻撃を当てれば発動できるんで、ズレてでも問題ありません。コツコツと総来剣と雷装を生成していきましょう。必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきます。注意すべきはゾアンの位置ですね。アイビーエナで槍を回収するとき、しっかりと敵を巻き込める位置に移動しましょう。ゾアンの必殺技発動からアイビーエナの必殺技発動で強雷装を設置。アイビーエナの必殺技は敵に電磁脆弱を付与できるのも強いですよね。あとはゾアンで適当に戦技を打って終了です。めちゃくちゃ簡単に火力が出て気持ちがいい。最後にゾアンと組み合わせてアイビーエナを使ってみての感想をまとめていきます。まず同じ突撃オペレーターというメインアタッカーながら、組み合わせて使った時のローテーションに無駄がなく、お互いがお互いを邪魔することなく火力を出すための準備を行えるところ、これが優秀すぎる。ゾアンの総来剣は感電消費で生成、これは IB エナに干渉しないですし、IB エナの雷装はゾアンがローテーションを行ってるだけで勝手に連携技の条件が満たせます。ゾアンで火力出すための準備をしてたら、知らん間に IB エナが準備万端だったみたいな。ここがまずゾアンと IB エナの相性がいい理由の一つです。次に2人で火力を出していけるということ。ゾアンをアンタルやギルベルタでキャリーして1人で火力を出すというのは結構一般的だとは思うんですけど、例えば映像の記念碑のような最初から必殺技を使えない高難易度ステージとかだと少し困りますよね。そんな時に IB エナを採用してあげると、ゾアンの準備中は IB エナで細かく火力を出して、IB エナの準備中はゾアンで火力を出してという役割を分けることができます。もちろんボス戦とかなら火力を集中させて倒しきるという立ち回りもできますから、
臨機応変に戦えるというのは便利ですよね。最後に IB エナの必殺技でちょっとしたサポートもできること。 IB エナの必殺技は敵に当てると電磁脆弱を付与できて、ゾアンが持っている電磁ダメージアップや電磁増幅と被りませんから、しっかりと火力を上乗せすることができます。もちろん純粋な補助オペレーターよりはサポートできませんが、 IB エナ自身でも火力を出せるということを考えれば些細な問題でしょう。結論として IB エナはゾアンと相性が良く、様々なステージで活躍できるタッグということで、育成して損のないオペレーターだと思います。ゾアンを誰と組ませようか悩んでる人は IB エナを育成してみてください。いかがだったでしょうか。今回はゾアンと相性がいい星5オペレーター IB エナ性能解説でした。お互いが喧嘩せずに共存できるというところに運営の懐の深さを感じますよね。今後実装されるオペレーターもこういった調整がされてると嬉しいなと思うばかりです。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。